皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回は皆様にスペシャルなご報告がございます。なんとこのスニーカーホリックスのフランス版が始まりました。すげえ。皆さんにご覧いただいているのがですね、フランス版のスニーカーホリックスでございます。歩きから始まってロゴとかも一緒なんですよ。 Mais pas que, parce qu'il parle de manga. でこの黒の服の人がフランスのアントニー。BW いいですよね。もうこのスニーカーホリックス本当に日本版と同じでね、いろんな方のね深掘りをしてるみたいなんで、このフランスでもねこのスニーカー好きの人がたくさんいるっていうのがね嬉しいですね本当に。Et allez-y à fond. さてさて本日はですね、なんとフランス版の GQ スニーカーホリックスの MC のセガさんとリモートでつながってます。こんにちは。こんにちは。サルー。こんにちは。どうもセガさん、はじめまして。 GQ スニーカーホリックス日本版 MC のアントニーです。 Salut, c'est Sega, je suis l'animateur français de Sneakeraholic. セガさんは普段どういったことをされてる方なんですか？ Je parle quasi exclusivement de vêtements. Je suis aussi passionné par les baskets et donc je collectionne moi-même. スニーカーホリックスからオファーが来た時、最初どういう心境でした？ Bah moi je l'ai trop bien pris et donc les gens ne savent pas forcément que moi-même je collectionne de mon côté. Au départ c'est pas comme ça qu'on me l'a proposé. Au départ je devais trouver quelqu'un qui puisse parler de basket et puis finalement de fil en aiguille, bah je leur ai dit mais les gars je peux parler de basket, de sneakers parce que moi-même j'en collectionne et ils ne le savaient pas. 日本版の僕の MC も見てくれました？ Oui, évidemment. Et même pour te dire, il y a des Français en France qui regardent ta version japonaise. 日本版見てくれてる人いるんだ。 Tu es connu 嬉 jusqu'en しい France. な。やったー。本当？めっちゃ嬉しい。セガさん、ちょっといつかコラボしましょう。フランスに行くんで。 Si tu viens à Paris, je te montrerai tous les magasins dans lesquels il faudra que tu ailles. イエーイ、セガさん本当にありがとう。セガさん、さあパリから打って変わって今回のスニーカーホリックスもすごいですよ。それでは行ってみましょう。長野には30の鬼がいる。なんだって？油断してると見せかけても舐められたくないとこあるじゃないですか。パッと足元見てもでも仕切ってないみたいな。皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。今回のスニーカーホリックは歌舞伎俳優の尾上松也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんていうかなんか緊張すごいされていやるって。めっちゃしてますよ。もうさっきからアントニーさんも直視できないですよ。僕いや待ってください。すごい番組を見ていただいて。めちゃくちゃ見てました。もう本当に多分全部見てんじゃないですかねってうわーいうぐらい、もう本当嬉しいにな。スニーカーホリックがなかったら、それこそ最初の自粛期間、はい乗り越えられなかったです。うわー嬉しい。本当にさっき歩きのシーン撮ったんですけど、はいはいもう涙出るかと思いましたうわこうやって撮ってんだなと思って。いやめっちでゃあれでしょ今もうこの時点でテュッテュッティニテュッテュッって流れてる。あ流れてますわあやばいやばい。めちゃくちゃ見てくれてるじゃないですいやか。でも本当に今日入るの感動いしますから。やいやいや本当にこちらこそ。でもありがとうございます僕すごい昔とかにバラエティとかでご一緒させていただいたこと。ありますありますありますよあるんですけど、はいあの時はスニーカーにも全然興味なかったし、確かにファッションも全然違います。いやもうめちゃくちゃ影響を受けてますしそう本当にいや言わない方がいいですよ。えなんか僕に影響を受けてるとかなんか言わない方が。いやもうラルフもそうだし、このキャップとかもモマのキャップとかあモマのキャッもプアントニーさんがつけてるの見て可愛いと思って全部買いました。マジっすか？全部買いました。ちょっとこれもうなんか小さく切り取って SNS に流しいて。やいや本当にそして、はいこの目の前にあるのが、はい松屋さんのコレクションということで、そうですね。サイズって30うわー同じだ。最近、はいスニーカーにハマったってお聞きしましたけど、は今数ってどれぐらい？今この間数えて150ぐらいだったんで、さらに増えてるんで今170、200近く。ちょっと待って
ってください。はい松坂さんどれぐらいの期間なんですか？ 1年ちょっとですね。買いすぎこの中でも僕がまず最初にうわって思ったのは、ちょっとこれは僕の趣味もあるんですけど、いやジータいやこれはね、これはも野球好きじゃないですか。ういやもう大野好きなんで球好きからしたらこのナイキとの数少ない野球コラボって、そうなんですよ。全部欲しいんですいやよ。マジでこれたまんないわ。このねヒールにピンストラめちゃイプくちゃ可愛いしかっこいいですね。いやーこれはまさかさんもあれなんですよね、野球だったんですよね。そうなんですよ。もともと野球好きなもんですから、で今日も野球お互い好きだってことでちょっとドジャースで。うわー嬉しい、はいただこんなところであれですけど、はいジャイアンツファンですよね。すみませんごめんなさい。巨人ファンです。阪神ファンです。ああそこに関しては相入れないですけれども。はい。ちなみにそのきっかけは何だったんですか？マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」あるじゃないですか。いやもうあれはあれにハマりまして、まあ、僕野球小僧なんですけど、はいはいまあ、スポーツやってる小僧は野球やっててもジョーダンは絶対通るじゃないいですか。や通りますね通りますけど、まあ、一足ぐらい買おう買っちゃったのが運の尽きでしたね。そこから1年で、いやいやこれはすごいな。いやもうだってハマり出してすぐの時なんか月30買ってましたね。休みの日もはいピンポン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 来るんですよ。休めねえなみたいな。いやでも分かります。また来たって自分で買っときながらちょっと後悔する。そうなんですよ。うるさいなってなる。休めねえじゃねえかよみたいな。そしてちなみに今日履いてるスニーカーは今日はですね、はいレブロンセブンのドジャースコラボですね。いいなあ。これ可愛いね。シューターがこれ野球のボールみたいになってるのがめっちゃ可愛いんですよこれ。ちょっと1年前にラストダンス見て、はいここまでたどり着くのはだいぶ早いっすよ。早いですかね。レブロンまで行くの早いっすレよ。ブロン行ってますね結構。本当アントニーさんの前でスニーカーの話するなんていやおこがましいですけどやめてください。すみません。ちょっとなんかやりづらいな。やめてください。いやでも本気で思ってそるんですよ。んなもう。1足目まずはこれですね。おお。ジョーダンマックスのはい200、はい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 これラストダンスをさっきお話したように見てて、もう何か一足買おうと思って、はい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 もう衝動的に ABC マート行って買ったものなんですけど、はいでABC マートでジョーダンコーナーがあるじゃないですか、はい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 。で僕はエアジョーダンシリーズを買ったつもりだったんです、なるほど。でも知識がないもんだからなるほどなるほどジョーダンマーク、はいジャンプマンロゴが入ってれば、はい全部エアジョーダンだとその時思ってて、うん実際はエアジョーダンじゃなかったという、まあまあでもまあ実際ジョーダンマックスははいめちゃくちゃ履きやすいですけど、いやいいですよね。結局はこれ結局いいんですよ。結局はこの中で言ったらかなり上位に入るぐらい履きやすいは履きやすいんですけどでもいいですね。やっぱこの明確なスタートのスニーカーがあるっていうのは、はいなんかすごくいいですね。そうですか、はいこれはもう忘れられないですね。そのエアジョーダンではないということに気づいてから一度も履いてないですけどでもまあまあまあ。愛くるしいです。愛くるしいでも愛くるしいです。これはどのタイミングであれエアジョーダンちょっと違うなって気づいたんですか？自動的にこのなんかだんだんナイキ自体にもハマってきて、じゃあナイキショップとかにも行ってみようかみたいな話になって友達と行った時に、買ったのが2足目買ったのが2足目2足目。これだったんですけおどージュビリーこれ見た時になんか見覚えあるなと思ったんですよ。はいはいはいこれこそジョーダンっぽいなとエアジョーダンだなと思ってかはいはいはいら改めて調べたらあれこいつエアジョーダンじゃねえってことでこの人に出会って気づいたんです。で初めてのエアジョーダンはこれなんこです。れ明確にはこっちってこと明確にはこっちなんですけどっていうちょっと複雑なんですけどエアジョーダン例えば1、2、3とかいろいろある中に、さらにそこに名称がついてるって俺そうなんですよ。知らなくていやいやもう僕も言っても最初はもう全然分かんなかったです。どういうことなのジュビなんだこれはみたいなはいはいはい。ラストダンスをさっきお話したように見ててもう何か一足買おうと思ってはいはいはいもう衝動的に ABC マート行ってジョーダンなのかでジョーダンブランドとは違うんだってことにようやく気づいやいたという何で買ってるのが一番スニーカーダンクさあーんで買い出してスニダン。スニダンで買い出して、はいそこからスニーカーホリックさんで山内さんのはい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 。動画を見て、はいゴートとストック X というものがあるというあるとはいはいはい。ことにを知り、はいそこからこう今度はゴートとストック X になりみたいな本当に徐々にこの期間で150足以上集めたわけじゃないですか。はいはいはやっぱ履いてないのもありますよね。全部履いてますね。え全部履いてますだからうわ毎すごい日変えて毎日、この間この子履いたなとか一足もなんかこう
1年間でお目見えしない靴はないようにああすごい。してますね。なんかこうスニーカーを買って一番ワクワクする瞬間っていつですか？履いた時に上から眺めた時のああこのね、はいこのいわゆる、はいこういうシルエットって必ず見るじゃないですか、横のシルエット、はい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 でもこのシルエットって履かなきゃ、なかなか分かんなくて、その上から見た時の、ついに自分の足に来たっていう幸福感わかりますわかります。で、僕それがはい一番でかかったのは真っ暗のあーこの真っ暗サンセット。これかっこいいのこれね、横から見て、まあもう横から見てもかっこいいんですけど、はいはいはい、上から眺めた時のかっこよさが半端じゃなくて、びっくら動いたんですよ。あとは新品のもの、未使用のものを家の中ではいはい履いたままちょっと過ごすっていうのがめちゃくちゃ好きなんですよ。いやでもわかります。わかりますわかります。なんかちょっと下ろす前にめっちゃわかる。なんか別に綺麗だからはいいいですけど、ちょっと悪いことしてそうる。そうそう、ちょっと悪いことしてるみわたいな。かるわ。カーペットの上とかも全然このままスニーカーでちょっと手るみたりするみたいな、はいはいはい。わかるあの時な。間がすごい、はいはいはい。下ろす前の幸福な時間で、ほぼ毎日になってるってことですよね。そう届いて一時期るは届いてる数で言ったら。一時期ほぼ毎日やってましたねほぼ毎日靴違うやつで家の中で過ごすっていうのありましたね。続いてはおちトロフィーょっと。のジョーダン1シカゴです。うわートロフィールーム。いやー、これはですね、自分の中でもかなり思い入れの深いはい。スニーカーなんですけど、というのはその去年の6月にですね、長野で歌舞伎の公演がありまして、はいはいはい。後輩の中村虎之介君ってはいはいいう歌舞伎の後輩と、あと中村七之助さんと、はい一緒の公演だったんですね。はいでその公演の合間合間に長野ではいスニーカーショップを巡ったんですよ。これはそのタフさんっていうですね、長野にあるんですけど、はいはい蔵をはい。お店にしたほう。すごくおしゃれなお店でして、はい。そこに買い物行った時にショーケースにこのトロフィーが飾ってあったんですよ。はい初めて現物を見た時にん現物あるあるってあるじゃないいですか。やもちろん。普通のシカゴともちろん違うんですけど、この輝きですね、この氷をまとったデザイン、これたまんないですね、この何とも言えない透明感で、やっぱりこのサインがついてるところと、はい血族が作ってるっていうこのロマンですいやねそうですね。やっぱりこれと思って、でその時何センチですかって聞いたら、自分のサイズじゃなかったんですよ、でその時にもうこれ帰ったら絶対に買おうって決めた一足で、はい。だから、長野で買ったわけじゃないんですけど、その長野の思い出があって購入したスペシャルな、あこれもう一個トロフィーあるんですけあ。ど、いやそうよもうちょっと待ってくださいよ。でこれは長野のトーラスという、スニーカーショップに行って買ったんですけど、いやそもそももうまず5、6がはい基本的にはめちゃ好きで、あーこの水色具合がはい。他にないじゃないですか。これもでもやっぱり現物見てはい即惚れたって感じです。でもこれもなかなか履いてる人いないですよ。いないですかね。特に30はいないでしょうね、ほとんどね。そのトーラスっていうお店は見たらほとんどが30だったんですよ。そんなないでしょ。なんすか東京にその楽園みたいな。いや僕らにえ30の人にとってはもはいう天国みたいな店で天国みたいなテンション上がっちゃって、はでそのお店の人に聞いたら、はい長野にはバイヤーさんではい30の鬼がいると。なんで30ばっかなんだって。持ってくる鬼がいるって言われて、はい本当にその鬼紹介してくれって言ったんですけど、いやマジ言ってほしいです。トーラス本当にね30の人には天国ですよ。いやー何から何まで30なんだもん。だから普通サイズの人たちは、はいマジでテンション落ちてました。そうですね。これも30か。これも30な回目りますね。本当に。はい、続いてはこちらです。ちょっと29のフォトリール。そのいろんなちょっとスニーカー好きになっていろいろ見てて、はい結構やっぱ食らいますよねデザインも。めちゃくちゃ食らいました。このグラデーションから何からもうすげえかっこいいし、ラストダンスを見てからのこのジョーダンのこの格好はもうねたまんないっすよ。でジャンプマンロゴになった時の写真のやつですよね、これ確か。もうそんなんロマンしかないじゃないですか。ある種の、はいこれも多分あるあるだと思うんですけど、はい最初の初心者のゴールにしようと思って決めた
それは初心者のゴールではありません。いやそうなんですか。違います。いやそういうスニーカーなんですよ。えでこれは、はいこれもまたスニーカーホリックさんなんですけど、はいサプルンヒロさんああ、がサブのヒロ君がね。履いて番組に出てらっしゃるはい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 んで。すよね。もうそれ見た瞬間にもうなんだこれはって思って、それこそオープニングの歩いてるシーン何度も繰り返し見てなんてかっこいいんだこのスニーカーみたいな。多分、今10万ぐらいなんですよね。でその時も10万ぐらいだったんですけど、2桁ってかなりやっぱり最初大きいじゃないいやですか。大きいです。しかもスニーカーって多分こうやって集め出す前ってやっぱどうしても消耗品っていうイメージそうですそうですあるじゃないですか。そうです消耗品にやっぱ10万円ってそうなんですよ。大事に使うアウターの値段ならわかるんですけど、はいその当時まだいやでもこう言ったら失礼ですけど、はいたかがスニーカーじゃんみたいなはいめっちゃわかります。めっちゃわかります。これはなかなかねうん勇気いったんですけど、いやーいやもう分かった、これをゴールにしてちょくちょく貯めて、最終的にこれに行き着いたらゴールにしようって決めた靴なんですね。でも残念ながら、はただドアを蹴破っただけでい、なるほどね。次のステージにはい、もう次のステージに行くだけだったんですよ。でもそうなんです10万の壁越えると、なんかそのスニーカーだし消耗品っていう考えがぶっ飛びますね。いやいや違いますよってことめっになっちゃう。ちゃわかりますわ。じゃあ逆に定価で買えたものとかってあります？ほぼほぼ定価これですかね。おお。アンダーカバーこれは買ってめちゃくちゃ良かったっすね。履きやすいし軽いし、雨とかにも強い感じするんですよ。なので何か困った時には、はいアンダーカバーのこのデイブレイクを履くようにしていて、でなおかつちょっとこう油断してると見せかけてもはい舐められたくないとこあるじゃないですか。もちろん。正直わかります。わかります。あ今日油断してるって思ってパッと足元見ても、あでも仕切ってないみたいな、はいはいはいあアンダーカバーできたみたいなはいめっちゃのが行きたいんで、はいそれにちょうどいいんですよねこれ。確かに確かに、はいちなみにもうこうやって集める前何履いてました？あもうね本当ね自分で靴なんかほぼ買ったこともなかったです。なんかプレゼントでもらったりとか、はいはいはいなんかブランドものグッチとかああそっち系のプラダとかハイのブランド系のハイブランド系のスニーカーをなんか誕生日でもらったりして、はい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 それをとにかくはいずっと履いてました。あとはルブタンも一時期ちょっと好きであーはいはいはい何足か集めてたんで、ルブタンとか今はじゃあもう見向きもしないってことです今はですねもう完全にオブジェになってますね。はい大切に保管はしてますがなるほど履くことはほぼないですね。ああ、はいそうなんですね、はい続いてはおーこちらですね。12のフルゲームですね。これは、はいまあそれこそ僕が多分これが最初に発売されたのははい97年ぐらいで、その時僕小6ぐらいだったんですけど、それまで例えば誕生日とかクリスマスっていうのも、まあまだ全然子供なんでゲームとか野球のグローブとか、なんかそういう子供っぽい、ものをずっとお願いしてたんですけど、その時だけはどうしてもエアジョーダンが欲しくて。おー人生で初めてだと思うんですけど、靴を買ってほしいってはいお願いをして、まあ厳密に言えば生涯初のエアジョーダンは12だった。おーあそうなんですねだからそれをすごくこう覚えていて、とっても大事に履いてて、その当時からやっぱり自分が好きな靴履いてる時に歩くたんびに、はいちょっとでもこすると「あちょっと大丈夫大丈夫」みたいな小学生なのにそんなことしてた覚えがすごくあって、でまあでも好きだからずっと入ってたらどうしたって汚れちゃうし、はいっていうことでそのうち捨てちゃったと思うんですけど、だから僕思い返したら僕のスタートはここだなと。あこれがなかったらもしかしたら今もここまでになってないかもしれないし、その頃から実は憧れがあったのかなっていうふうになるほど思いますね。それが爆発した結果がこうなあってんのかなっていう。じゃあその時の気持ちをラストダンス見て思い出したのかもしれないですね。そうなんですよ。やっぱりそうなのかなってはいはい思ったんですね。だからしばらくしてから絶対にフルゲームだけは買おうと思って。はい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 このフルゲームに関してはもうデザインもそうですけど、もはや言うまでもなく、ジョーダンのこの物語が詰まってる、まあはいエアジョーダンシリーズ結構ほとんどそうですけど、はいフルゲームに関しては彼のエピソードが壮絶なものがあるじゃないですか。それも踏まえてやっぱりこう、
どうやってもスニーカー好きだったら抑えてこなきゃいけないし、自分のこうなんていうんですかね、ヒストリーの中でもこれは持っておかなきゃいけないっていうようななるほど。一足ですかね。こういうジョーダンが実際にこのコートで履いたカラーってやっぱり自分が履いてるとジョーダンになったような気分になるじゃないですか。いやいやそうなんですよ。未だにわかります。これがいいんですよね。本当に本当に。だからオリジナルカラーというか、ジョーダンが履いてるカラーって揃えたくなっいやだちかゃうんですよ。らそれこそもうそれしか買わないって人もいますからね。そうですよね。もうこれはジョーダン履いてないから、いやだから厳密にはジョーダンじゃないっていういや、ぐらいの気持ちはわかりますよね。本当にわかります。僕引っ越したんですけど、はい最近なんで引っ越したかっていうと、もうスニーカーの部屋が作りたくて、念願のスニーカーの部屋ができたんですよ。いやだからその念願の期間が短いんですよ。そうっすね。ささんちょっと待ってくださいよ。ちょっと見てもらっていいですか。いい見たい見たい見たい。ですか。わかるかな。うわうわうわ、あタワーボックス、もうこのこれね、この問題ね、そのタワーボックスに入れ替えはするけど箱は箱で取ってく問題ね。いや、そう、この問題をちょっと伺いたかったんいやです。結局2倍。僕箱取っときたいんですけど、でも取っときたいんだけど、取っとくよりも増やしたい願望の方が強いんだけど、でもなんかそのまま捨てるの忍びない。この気持ちどうしたらいいですか。だから僕は1回昔全部捨てたんですけど、それをちょっと後悔して、でやっぱここ2年ぐらいは箱も取ってるんで。やっぱ後悔するのか。いや悩んでんすよね。もう僕に聞かないでください。それだけはもう答えが出ねえっす。答え出ないですか。答えが出ねえっす。いやそうか、ちょっとまだ考えよう。いやでも本当松也さんラインナップもでもスラムダンクもこれ羨ましいな。10万円の壁を突破したことでなるほど変えなるほどな。いやもうだってもう今年控えてますから、そうだもうそのために絶対に買っとかなきゃと思って。確かにな。だから、これ手に入れてからまたスラムダンク全部見るとめちゃテンション上がる。わかります。見ましたもんだって。見てる。はい。でだからルカワモデルも桜木モデルも全部買いました。じゃあもう今までツイホリックス松也さん結構見ていただいてると思うんで、最後の質問させていただいてもよろしいでしょうか。来た松也さんにとってスニーカーとは何ですか。難しい難しいです。これ本当昨日考えて寝れなかったんですけどでも結局行き着いたのは、休憩のないエンターテインメントですね。それぞれにこうスニーカーにストーリーというか裏話があって、でそれこそ売り方にしても、メーカーさんだけじゃなくて、それぞれの店舗で売り方とかも工夫してらっしゃって演出があって、でさらにはどことどこのブランドがコラボするのかとか、どういういつ発売するのかっていう、その物語をみんなが固唾を飲んで常に待ってるじゃないですか。マジで休憩させてくんないから。いや休ませてくんねんすよ。自分で無理やり休息を取らなきゃ取るしかないんですよ。こっちは休まない。上演中ですから常にずっと常に上演中なんで。でも見逃したくないから休憩取れないし、そうなんですよね。でもそれだけ日々それを楽しみに生きられるっていうのも、あるかなとは思うんですけどね。いや本当にでも靴ってなんか不思議なのは、その忘れてるものがあっても、これいつ買ったっけなってパッと思い出すと、その時の自分の状況とかブワーって思い出せる、これすごいなっていうふうに思いますね。はい、またちょっと本当に長野のね、30の鬼30の鬼にも会いたいんで、ぜひ探しに行かせてください。はい、またちょっと何か、もう本当タイミングがあったらいつでも、お願いします。ということで、本日のスニーカーオリックスは以上です。松也さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今回のスニーカーオリックスはいかがだったでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルでは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。